黒ずきんの目次へようこそ。引き続き西岸白木森の動画になります。前回は最小枠で西岸出張した場合の構築を紹介しましたが、今回はより西岸ギミックの強みを生かした動画となっています。白木森の魔法穴コストを簡単に捻出できるのはもちろん、挙動の細さや手数の少なさをまとめて解決してくれる個人的に過去一納得のいく構築に仕上がっていますので、白木森使いの方は必見です。目次です。5章立てにてお送りします。タイムテーブルは動画説明欄から、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。第1章西岸の出張。西岸出張でできること。先に前回動画のおさらいからしておきましょう。白木森にリンク1の青き目の精霊を採用することで、白木森モンスター1体からブルーワイズホワイトドラゴンと魔法穴コスト2枚分を捻出できるようになりました。これにより、これまで魔法穴コストが重くて、初動として起用しづらかったリゼットが最強初動に化け、魔法穴コスト1枚でアステーリア同等の展開力を持つ貫通札となりました。では西岸ギミックをより組み込んだ白木森は一体どのような恩恵を得られるのでしょうか。西岸というテーマの動き自体は至極単純で、レベル1チューナーとレベル8のブルーワイズを使ってレベル9のブルーワイズスピリットドラゴンをたくさん並べるテーマです。スピリットドラゴンは自身をリリースすることでエクストラの光属性ドラゴン族を出すことができ、なんとこの効果には名称位置がありません。スピリットドラゴンが複数体並ぶことで、場で発動する効果限定で万能無効効果を持つスピリットアルティメットドラゴンはもちろん、赤き竜を出すことができるため、それを赤き竜の対象にスターダストシフルやコスミックブレイザーを出力でき非常に強力です。西岸について理解いただいたところで、改めて白木森とのシナジーを見ていきましょう。まず白木森側からは、アステーリアやルシエラから西岸一枚書道である青き目の剣士や白き乙女に触ることができます。これらのカードは攻撃力、守備力ともにゼロで、アステーリアと同じスタッツのため、ビリレースの地図を共有することも可能です。白木森展開が途中で止まってしまった場合でも、ビリレースの地図で剣士にあらかじめ触っておくことで、白木森を精霊に変換して光の霊道をサーチすれば、その効果で手札に控えてた剣士を召喚してそのまま貫通することができます。これのおかげで深刻だった初動手数不足が解消されるばかりか、魔法穴コストがない場合は、西岸初動1枚から盤面を形成してくれます。反対に西岸側からは、2枚分の魔法穴コストを捻出できるため、白木森と引きかぶっていれば西岸展開途中で白木森展開に移ることができます。ただあくまでも剣士に召喚権を割いてから展開する必要がある以上、センチュリオンのようにアステーリアの召喚権を残しながら展開し、展開が止められた場合でも魔法穴コストが残るという白木森と混ぜるにあたっての要件を完璧に満たしていると言い難いのも事実。一見白き乙女が召喚権を使わずに2枚分の魔法穴コストを確保できる1枚書道のようにも見えますが、白き森から触れる真の光はこのデメリット効果のせいでコストにすることはできず、召喚権を使わずに展開できる西岸竜合輪は発動後、ドラゴン族モンスターしかエクストラから出せなくなる制約が課されます。何より真の光から持ってくることになる青き目の祈りにうららを打たれてしまうと、何も残らないどころか手札コスト1枚を消費してしまうのがとてもしんどかったです。以上のことから先日紹介したように言い伝え、災いなりなどの魔法穴コストとなれるカードをたくさん積み、白木森が止められた場合でも2-1交換を回避できるあくまでも白木森ベースの構築と、西岸に召喚権を割いて展開し魔法穴コストを確保、召喚権を要するアステーリアの採用は最小限にとどめて、リゼットや言い伝えを優先した西岸ベースの構築の2つを今回紹介しようと思います。
第2章構築の紹介。まずは前回紹介したものに少し肉付けをした白木森ベースの構築から。この構築における請願の役割は、前回同様魔法穴コストの確保はもちろん、ピリレイスの地図による初動手数不足の解消、そして後ほどの章で紹介しますが、より強固な最終盤面の形成です。請願ギミックを少ない枠に収めることで、白木森初動プラス魔法穴コストプラス汎用札という白木森が理想とする初手札の邪魔をすることがなく、しかしながらルシエラからアクセスできるので非常にコンパクトです。例えばアステーリャを止められた場合でもリゼットがいれば、ルシエラから青き目の剣士や白き乙女をサーチして貫通できるわけです。構築について他に特筆すべき点はありませんが、エンシェントフェアリードラゴンが少し肝になってきます。白き森のコストに指名者など汎用魔法穴を切りたくない、もしくはそもそも魔法穴コスト自体ない場合に、剣士から入ることで、召喚剣を使った後でも手札のアステーリャを展開できるのです。これまで課題となっていたコストの重いアステーリャに召喚剣を割きたくない問題もこれで解決。請願で良くないみたいな声も上がると思いますが、最大出力は上ですし、白き森における現状最適解に近い構築だと思っています。では、請願ギミックを理解するためにも、実際の展開を見ていきましょう。第3章展開の紹介。3つの展開を紹介します。まずはアステーリャプラス魔法穴コストの展開。ルシエラから請願展開に移行したいので、災いなりではなく青き目の剣士をサーチ。光の霊道をルシアのコストにする前に、その効果で剣士を NS し、後続となる白き乙女をサーチしておきます。2体でブルーワイズスピリットドラゴンをシンクロ召喚。スピリットドラゴンをリリースしてスピリットアルティメットドラゴンを SS。赤き竜の効果でコズミックブレイザーを出したいところですが、スピリットドラゴンの効果で出したモンスターはエンド時に破壊されてしまうため、相手モンスター効果を無効化しつつ、自分の場のカード1枚ずつに破壊耐性を付与できるスターダストシフルを優先的に出しておきましょう。これ以降にニビルが飛んでくるようなら、シフルでのケアが可能で、赤き竜が出てくる前であっても、サーチした白き乙女やそこから触れる真の光、場のニビルトークン、墓地のシルビーやルシアを使うことで、デスピアン・ルルワリリスを立てつつ、赤き竜でシフルを作ることができます。白き乙女は手札場から捨てることで、デッキから真の光を置くことができます。真の光には効果が2つありますが、白木森ベースの構築ではブルーワイズの蘇生効果のみを使います。ブルーワイズの SS 時、墓地の乙女の効果で自己蘇生。
要はブルーワイズが墓地にいれば、乙女1枚から召喚剣を使わずスピリットドラゴンを作れます。墓地にシルビーとルシアが余っているので、適当にマスカレーナを立てておきましょう。最終盤面はマスカレーナ、シフル、スピリットアルティメットドラゴン、コズミックの計5妨害。次にリゼットプラス魔法罠コストの展開。リゼット書道ではアステーリャ書道と比べ、言い伝えに触らずともリゼット1体分のモンスターが多い状態なので、災いなりを優先しましょう。最終盤面はマローシルリア、スピリットアルティメットドラゴン、シフル、コズミックの計4妨害。冥王や一滴を考えると、災いなりの安心感があります。最後に白木森に誘発を打たれた場合の誓願による貫通展開。最終盤面はシフル、スピリットアルティメットドラゴンの計2妨害。第4章構築の紹介に、2つ目の構築は誓願に召喚剣を割いて展開し、魔法罠コストを確保。召喚剣を要するアステーリャの採用は最小限にとどめて、リゼットや言い伝えを優先した誓願ベースの構築です。この構築における誓願の役割はメインエンジンで、ノイズこそやや増えてしまいますが、展開途中でバニシンの光や墓地に乙女などが残るため、白木森ベースの構築と比べて、誘発をもらった際のケアが効きやすく、コストもいらないので展開の安定感があります。特に通常の白木森と比べると、G や泥場受けが良くなり、剣士や青き目の祈りでベーラーをサーチしたり、相手ターン除去のできるアルティメットフュージョンを真の光から置くことができるため、妥協展開が結構優秀です。新たに加わったカードについてはまた展開の中で紹介します。では一方の白木森ですが、基本的にはリゼットからルシア、ルシエラとつなぐことで、召喚剣を使わずに剣士や災いなりを持ってきます。一度ルシエラを着地させさえすれば、相手ターンにルシアを蘇生してリゼットを回収できるので、2巡目以降はしっかり白木森展開ができます。また初動となる魔法使い族がブルーアイズには多いため、言い伝えを採用しやすいのもポイントです。ただ先ほどの構築同様、エンシェントフェアリーを経由することで、白木森の動きを展開に組み込むことができます。誓願展開のマストカウンターである
青き目の祈りが止められてしまった場合でも、剣士書道であればエンシェントフェアリーを出力することができますし、墓地の祈りを除外すれば、霊道と合わせて2枚分の魔法穴コストを確保できるので、貫通札としての役割も担ってくれます。そのため最も展開が伸び、かつ誘発受けのいい剣士や、それに触れるピリレイスの地図の優先度は高いです。では実際の展開を見ていきましょう。第5章展開の紹介に、5つの展開を紹介します。まずは青き目の剣士の展開。真の光にはブルーアイズを蘇生するほかに、テキストにブルーアイズホワイトドラゴンが記された魔法穴をデッキからセットする効果があります。セットした青き目の祈りの効果で手札1枚をコストに、同様にテキストにブルーアイズホワイトドラゴンが記された魔法穴、および光属性レベル1チューナーの計2枚をサーチ。聖眼竜合輪はデッキ墓地除外のブルーアイズを SS できます。霊道の効果で白き乙女を対象に取ることで、乙女の対象に取られた時の効果で、墓地のブルーアイズもしくは光属性レベル1チューナーを蘇生することができます。この動きをするためには2枚目のブルーアイズ、または青き目の祭司を採用する必要がありますが、最終盤面に並ぶレベル12シンクロの数が2体から3体になるので、聖眼ベースの構築では採用したいです。最終盤面はシフル、スピリットアルティメットドラゴン、コズミック、手札にベーラーの計4妨害。次に白き乙女の展開。聖眼書道の展開はいずれも大体同じですが、剣士書道と比べると剣士1体分モンスターが減ってしまうため、ベーラーを手札に構える余裕がなくなります。最終盤面はシフル、スピリットアルティメットドラゴン、コズミックの計3妨害。次に青き目の祈りの展開。完成する盤面自体は乙女書道と同じですが、マストカウンターであることを考えると、単体では最も誘発受けの悪い書道です。最終盤面はシフル、スピリットアルティメットドラゴン、コズミックの計3妨害。
青岩書道3種の展開紹介は以上です。次に先ほどちらっと紹介した白木森による誘発貫通の展開です。祈りの墓地効果のおかげで、フェードと合わせて2枚分の魔法罠コストを用意できるので、滅びのバーストストリームを採用する必要がなくなります。最終盤面はクリスタルリング、シフル、ワローシルリア、スピリットアルティメットドラゴン、ベーラーの計5妨害。祈りにうららを打たれたにもかかわらず、白木森から赤木竜也2体目の剣士に触り、しっかり展開を修復することができました。最後に青岩ベースの構築における白木森書道の展開です。祈りや合輪が採用されている都合、第3章で紹介した展開よりも強固な盤面になります。最終盤面はコズミック、スピリットアルティメットドラゴン、シフル、マローシルビア、スピリットドラゴン、ベーラーの計6妨害。白木森と青岩の相性が抜群であることを分かっていただけたでしょうか。今回紹介した2つの構築のどちらにもいいところ悪いところがあるので、皆さんの手に馴染む方を使ってみていただけたらと思います。それでは次回の黒ずきんの目次でお会いしましょう。